もうごめんなさい、マジ結論言っていいですか、これ多分取れないです。そうです。いやでもよくやってたっすねこれで。そうです。これめっちゃ痛いと思います。小木さん、これはごめんなさい大胸筋と上腕骨でぶつかってそこがテコになるって、マジで意味わかんないですよおすこんにちは、体が大木です。今回ですね、ちょっと午前中に、肩は、整形外高野整形外科でちょっと見ていただいたんですけど、ちょっとですね、自分ももう3ヶ月近く、2ヶ月半ぐらいですね、もう肩を一切動かさずに練習してて、体にも多分いろいろ不都合が起きているんじゃないかなっていう心配もありますし、前回ちょっと動かさなすぎて四十肩みたいな状態にもなってるんじゃないかっていうのもあって、今回ちょっとそれをですね、今度は、自分の体をケアする方法とか、使わないことで起きているんじゃないかと思われている不具合とかを、見ていただきたくてですね、このバッグを見たら大概の YouTube 見てる方分かるかなと思うんですけども、佐々木先生にちょっとお願いしようと思ってここまで来ました。すいません、佐々木先生お願いします。すいません、よろしくお願いします。佐々木です。高血チャンネルをご覧の皆さん、お久しぶりです。佐々木です。お願いします。前回福地君たちのコラボからスパッツめっちゃ良かったです。本当ですか。普通に使わせていただいて、ありがとうございます。履くと感覚がすごい良くなるんで、動かしやすくなるとかめっちゃ嬉しいです。あるんで、ちょっともったいなくて常に履くっていうよりは、よしっていう時に履くみたいな感じで使わせていただいてますんで、送りますんで。ということで今日この肩のことで、なんかもうカメラ外でざっくりお話お伺いしたんですけど、なんか怪我の原因が信じられないでそれは午前中喋ってるんですか。一応喋ってるんですけど、理にはかなってると思うんですよ。いや多分そのドクターの方も言ってたかもしれないですけど、肩って靭帯が弱いんですよ。他の関節って肘とか手首とか股関節とか膝とかちゃんと靭帯がついてるんですよ。で靭帯ってそもそも何やってるものかっていうと、骨と骨をこうやってつなぎ止めておくガムテープみたいな、セロハンテープとかみたいのでこう取れないようにするんですよ。だからこうやって取れないで動いたりとか関節動くんですけど、肩めっちゃ弱いんですよ。なんで筋肉に結構依存するんですね。で確かにこれだったら筋肉依存してるから、てここ視点で極上筋じゃないですか最初に。確かに引っ張られるよなっていうイメージはめっちゃつくんですよ。けどなるっていうのがあれです。僕の素直な。そうなんですよ。いや最初は普通に振ってる分には大丈夫だったんですよ。普通にミット打ってる分には大丈夫だったんですけど、どうしてもこう威力を求めていってこう振っていくと、その筋肉収縮だけじゃあれだからってイメージとしてはここ沈殿させて、身長なん使って、で一気にここでパンって振るとズバッと走るようになってきて、これだったら倒せるパンチになるんじゃないかなと思って、で空打ちでこうどんどんこう磨いていったら結構ズバッて走るなと思ってたら、キュンってなった瞬間になんか変なヒヤッとなんか変な感じがしたぞって、でも大丈夫かと思ってまたポーンってやったら、なんかおかしくなった気がするけど、動けるしなと思って組み手の時にこうパパって先輩とやってる時にパンって押さえられて、パンって払った瞬間になんか腕が動かなくなったと思って3分ぐらい腕が動かなくなっちゃって、で組み手は続けれたんでそのまま右手使わずにこう、ごまかしながら組み手やったんですけど、終わった後に何だったのさっきのみたいなのがっていう状態で、でもその時はまだ普通にこの辺ぐらい動かせたんで、ちょっと痛かったけどっていう感じで、そこから翌週も普通に組み手とか練習とかやってて、やっぱり組み手の最中またキーンってなって、また3分ぐらいで腕動かない状態でっていう、であまりにも痛いからと思って病院行ったら、最初はレントゲン取って骨にも異常ないしって、近くの整形外科行ったんで大丈夫でしょうって、2週間ぐらい経ったら多分治ると思うんでって言われて、で2週間経っても3週間経っても痛み落ち着かないところがある、練習でまたうってのを繰り返すから徐々に逆にひどくなってるところだと思って、で病院行って MRI 取ったらそういう状態だったっていう感じなんですけど、であれですもんね、今日午前中ドクターのところに行って取ってもらったら、でもなんか極上筋はなんか綺麗なんじゃないかっていう、なんか炎症を起こしているし、最初はその断裂が実際あって、
関節芯とかも実際に損傷を起こしてるんで、最初はそこの痛みから始まったんだけど、多分今の状態だと絶対動かせない状態から始まってるんで、それだけ、そこに痛みが依存してるっていうか、他にも他の方に、痛みの、なんですかね、あれが依存して、移動してきてるというか、最初だけじゃなくてってことですよね。最初の問題じゃなくて移行してんじゃないかってことですよね。でもうなんかちょっと四十肩50肩がそっちみたいな感じになってきてるんじゃないかっていう話で。OK です。ちょっと、正直なんていうんですかね、癖を見るとかっていうよりは、もう完全に原因がある怪我なんですよ。なんでまず局所をちゃんと見るのが大事だと思うんですよ、こういうのって。例えばなんか徐々によくわかんないけど、痛くなってきたみたいなってあるじゃないですか。っていうのは使い方のエラーがほぼなんですよ。でも今回の纐纈さんみたいなのってめちゃくちゃ原因ちゃんとあるじゃないですか。し、なんか発石所っていうんですけど、がちゃんとあるんで、局所ちゃんと見て、そこに対してどうアプローチしていくかを決めた方が僕はいいと思ってるんですね。動かした時に痛いのは、この辺になるんですけど、後ろ側ちょっとそうですね、今日も可動域を見てもらっても、こっちは比較的、上まで上げれるんですけど、こっちがこの辺でここに痛みが入って動かない、上げれない感じです。一応ステロイド打ってるじゃないですか。でも痛いですか？痛いですね。痛いんだ。ごめんなさい、どの辺が痛いですか？本当そのあたりですね。これで上げていこうとすると、で1回キンってなると、もう30秒から1分ぐらいは中がぐーっと痛みが続いちゃうんで。なるほど。ちょっとごめんなさい、力抜いてください。力抜いちゃってください。これでも痛い？そうなんですよね。その辺で、でもゆっくり上げてもらっていいですか？この辺でちょっと痛いのはあるんですけど、確かに。でもごめんなさい、マジ結論言っていいですか？これ多分取れないです。これ多分取れないです。これ多分取れないです。そうです。はい。ごめんなさい。ここから引っかかっちゃうんですもんね。感覚として。これから痛みが出てくるんですね。これ四十肩五十肩って、何をもって四十肩五十肩っていうかってめっちゃ難しいんですけど、なんか定義がちゃんとないんですよ。で、ただいわゆるそのなんていうんですかね、なっちゃった場合って1年半から2年ぐらいかかるんですよ。っていうものに近しいと僕は思ってて、でどういう状態になってるかっていうと、要は肩の、関節芯ってめちゃくちゃ傷入ってました？めちゃくちゃどうなんだろう。なんか本当なんか切れちゃってたみたいな。ポンって割れてる感じのはありますけど。ちょっとごめんなさい、力抜いちゃってください。これ痛いですか？それ痛いですね。これ痛い。これも痛いですか？それ大丈夫。こっちは痛い。そこは大丈夫かな。そこ大丈夫。これ要はグーっておっしゃって、なんとも言えないんですけど、ちょっと僕今2パターンあって、1個は要は関節芯ってなんて言えばいいんだろうな、けん玉の横あるじゃないですか。筒の小の方だと入れづらいじゃないですか。だからゼリー状のものみたいので、さらにちょっとその筒を広げるんですよ。なんかわかります？ちっちゃいのがもうちょっとこう大きくするみたいなのを関節芯って簡単に言っちゃえば、でそれが傷が入ってる状態だと思うんですね。要はそのゼリー状のところは傷入ってるんで、それが原因かもしれないっていうのがまず一つ。ごめんなさい、僕は今現状の起きてる現象からピックアップしていくと、それが一つで、もう一個は、炎症が起きてくるとこの要は、臼があって玉があって、こうやって肩って動くんですけど、こうやっていろんな感じでここの動きがなくなるんですよ。今これが動かなくなってるんですよね。例えばすごい細かいというか、専門的に言うと腕これあるじゃないですか。ごめんなさい、ちょっとカメラ見えるようにやると、この動きって肩と腕だけだと120度動くって言われてるんですよ。で残りの60度、180度になるじゃないですか。残りの60度は肩甲骨が動くんですよ。で60度まではこの肩だけで動く。でそこからは肩甲骨と肩が一度ずつこうやって
一緒に動くんですけど、要はでも肩甲骨が開いて、腕も動くんですよ。でもこれ肩甲骨開いてれば勝手に腕上がるじゃないですか。わかります？そうですね。でもこれの痛みはないと思う。ないですよね。全然大丈夫です。のでここから肩上げようとしてみてほしいんです。ってやると痛いじゃないですか。ここから痛くなりますよね。で要はなんで肩甲骨はこう動くんですけど、肩がこう動いてこないんですよ。でこれが動かなくなってくるのが四十肩五十肩って言われるものになっている人が非常に多くて、そのなり始めだと。夜寝てて痛いとかってありました？普通にしてれば大丈夫です。なんかこう寝返りとか打った時とかに下になっちゃったとか、腕がこう腕がなったりすると痛いなんですけど、一応その夜間痛っていう、要は寝返りって運動痛なんで、夜間痛っていうのがあるとほぼほぼ確定で四十肩五十肩かなっていう判断、僕は診断できないんで判断になるんですけど、なんでマジで僕の中で半々なりかけちゃってるのか、それとも関節芯のところの傷があるからそいつが阻害をして動かない、だから痛いじゃないですか。なんでその角度だけやっぱり動かしたくなくなっちゃって固まっちゃったのかっていう。これ動かないもんな、多分これね動かないんですよ。これもうこれちょっとごめんなさい、これここでここが浮いちゃってくるの分かります？そうなんですよね。そこから上に分かるじゃないですか。これ逆はなんないんですよ。こっちは別に普通にこうやって上がるんで、そうここ上がんないんですよ。肩支点に上がるんで、そうですよね。そうなんですよ。こっちはもうここまでいくともう肩甲骨で上げないと上がんないって感じ。いやそうですよね。ちょっとこれで上げてみてもらっていいですか？上に変わんないですよね。変わんないです。そうですよね。変わんないです。変わんないですよね。ちょっとごめんなさいね。これで上げてみてもらっていいですか？変わります？変わんないですよね。変わんない。ごめんなさい、きつい。これこれ、マジで、関節芯の問題だったら、それ縫っちゃうなんですけど、多分違うと思うんですよ。だからそれでできてちゃってたじゃないですか、動いてたじゃないですか。なんで多分ね、四十肩って言われるものになってて、多分1年から1年ぐらいかかると思います。なるほどですね。いやでもよくやってたっすね、これで。そうです。これめっちゃ痛いと思います。なんで正直3つに分かれるんですよ、四十肩五十肩って。炎症期っていうのと拘縮期っていうのと回復期って分かれて、炎症期っていうのは何やっても痛いみたいな。だから何もしてなくて痛いんだみたいなって時はあります。何もしなくて痛いはそんなない。そうですね。なんか結局なんか動いてハウってなってたんで、だからもうね、空手家が分からん。本当にちょっとすみません、空手家が痛み正直嫌いだけど強いんで、なんでもしかしたらいわゆる炎症期って言われるものがあったかもしれないです。で炎症期は動かしたら痛いし、何やっても痛いんですよ。で次拘縮期って言って痛みはそんなに出なくなるんですけど動かないんですよ。これやっぱ止まっちゃうわみたいな。でそれが今度回復期っていって徐々に動いてくるみたいのが人によって半年から1年半2年なんですよ。っていうのがあって、じゃあそれどうしていくかっていうと、ほっといたら硬くなっちゃうんで、だから動かせる範囲で筋肉ほぐしてあげて動かしてっていうのを続けていくしかないんですよ。なるほど。っていうなんで、ここさえ動いたら、さっき言ったこれさえ動けば、これ僕今日かなりいけると思うんですっていう範囲なんですけど、これはねちょっと時間かかるっすね。ごめんなさいマジで。なるほど。これは国さんマジで本当すみません。力になれないかもしれないで、ちょっとでも一応っていうのが一応なんですか、僕の判断なんですよ。でももしかしたら本当ワンチャン筋肉硬くなって動かないだけかもしれないんで、周り緩めてみましょう一応。でも多分これ変わらないと思うんですよ。ってなると筋肉の周り負担取っても変わらないってなると、やっぱもう時間かけてやっていくしかないかなって思うんで、いやでもこれ川口さんマジすいませんマジで。でもなんか中途半端に「いや絶対大丈夫ですよくなりますよ」っていうよりはなんかリアルをお伝えしたいな。わかりました。
本当、はい、魔法が使えたらいいですけど、ちょっとでも負担取ってみましょう。はい、仰向けでお願いします。はい、じゃあこっち頭です。はい、これきつい。すみません。これはしょうがないですけど、しょうがないですよ。しょうがないです。よし、では仰向けでお願いします。やったことがアホすぎたっす。なんでなるんだっていうのもちゃんとはっきりしてないんで、よし、ごめんなさいね。これはしょうがないっちゃしょうがないですけど、大変です。いやよくやったですね。要は可動域出ないんで、無理やりだから持ってかれてカーンってやったら動かないとこまで動くじゃないですか。そうですね。ってなると、そうめちゃくちゃ痛いんですよ。いやめちゃくちゃ痛いですよ。だからなんか3分ぐらい腕が動かなくなるんですけど、でも3分ぐらい経てば腕が動くようになるんで。でもあれですよね、別にその可動域が戻るわけではないじゃないですか。まあそうですね。なんか左腕を使わなかったら組手は成り立つんで。やってたんですけど、空手家すぎます。それはマジで小石さんオスですね。いやちょっと僕がエビデンスをちゃんと理解できてないだけかもしれないですけど、なぜ四十肩五十肩が起こるのか分かる人いたらちょっと高血さんのところ本当書いてください。ぜひぜひ。一応ね、なんか23箇所炎症が筋が起きてるとか、なんか23個の症状が合併してるとか、なんかいろんなのがあるんですよ。定義としては。だからなんかはっきりしないんですよね。分かってたら多分もっと早く治せると思うんで。でも本当に動かなくなるんですよ。で肩上げるのもこうなんかこう上がってないじゃないですか。こうなるんですよ。多分分かりますよね。そうですね。こうなるんですよ。今これ角度限界です。そうなんですよ。だから今マックスで今やってるんですよ。これ以上多分こっち持ってかれたらってなりますよね。私もう上がってるの分かります。上がってるんですよ。だからここで僕今やってるんですよ。これはね、いやこれ一発で治せる人いたら僕マジですごいと思うんですよね。小池さんに連絡してください。本当一発でいけるって人ぜひ。僕は無理。ちょっと直す旅、1年半かかるかもしれないです。ちょっと小木さん、これで一回座ってみていただいていいですか。でこっちからまた取っていただいていいですか。一応緩めてはいるんです。上げてみてください。横。一番動かなかった痛いやつ。横。でもこれだ。いや変わんないですよ。そうごめんなさい。なのでやっぱり長いコースかなって思っちゃうですね。もう一回やってみてもらっていいですか。ごめんなさい。やっぱここから代償動作こうなっちゃうんで、上がっちゃうんですよね。小木さん、これはごめんなさい。かかるっす。これはかかるな。これ徐々に上がっていくもんなんですか。ある日上がり始めます。ゆっくり。俺ここまで行ったぞみたいな。俺ここまで行ったぞみたいな。俺ここまで行っても痛くないぞみたいな感じが人によっては半年後に来るし、人によっては1年後に来るし、っていう感じなんです。こればっかりはどんなにちゃんとじゃあなんですか動かしてくれてても個人差。なるほどですね。いわゆるこれは四十肩五十肩って言われるものが難しい。なんともできない。なるほど。いやごめんなさい本当に。いやわざわざ来ていただいてるのに。どうなってもいいよって言われたらこう持ってきますけどそれは絶対やめた方がいいと思うんで。のでちょっとでもリアルにちゃんとさっき言ったような固まりすぎないようにちょっと緩めてもらったりとか少し動かしたりとか動かせる範囲でっていうのは絶対した方がいいので、それをやってくれるところちょっとどっかいいところ本当見つけます。それは僕が得意なところでもあると思うので、見つけさせていただいてちょっと言っていただいて、皆さんはあれ徐々に高血さん肩動いてきたぞとっていうのをちょっと見守っていただければなって。なのでちょっとすみません役立たずですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあとりあえずあれですね。他の部分を鍛えるチャンスなんで。さすが。
もう最近あれなんですよね、上段の前蹴り回し蹴りの基本動作とかも最初こっちが引けないんでできなかったんですけど、最近この腸腰筋よりもこっちは使わずに腸腰筋で連動を切るみたいな練習を始めてたら、上段回しとかは一応基本稽古では蹴れるようになってきて、ミットもそこそこ蹴れるようになったんで、なんかこう新しい身体操作の深掘りが今やれてる感じはあるんですけど。そういうことです。そういうことです。なんか細かい身体操作の練習はできてます。まあ確かにそうですね。だって引っ張られちゃうところをそうなんですよ。引っ張っちゃったら痛いんで、止めちゃうってことですよね。それで乗るんですね。ある程度乗るんです。なんか足が意外と走らせれるようになってきたんで、すごいですね。そうしたら怒りも少ないからそうなんですよ。でこの間それでここまでだったら蹴れるとか言ってやり始めて、で最近はちょっとずつ基本稽古の時も一緒のペースで蹴れるよぐらいまで、最初は意識しないと蹴れなかったんで、ここで1本ずつみんなとペースでやろうとするとついついこっち動かしていてってなっちゃってたんですけど、最近ちゃんとここまでで切って蹴りをパンパンパンって連続で出せるようになってきたんで、っていうのでこの間他の黒帯の人が喋ってたら、そうするとこっちの引きをここで切れるんだったら怒りがちっちゃくなるから、こう組み手始まった時に威力は落ちても怒りが小さくて威力がそこそこある蹴りが出せそうじゃないっていう話になって、それもいいなと思って。だからなんかパンって止めれるみたいなとか、なんかいや変態っすね。本当に。いやだからそれぐらいしか今趣味がないけど、それしかやれないじゃないですか。いやなんかちょっと来します。ここいいと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ。ポケツさんファンの皆さん本当すいませんでした。ありがとうございます。何もできない男です。そうです。ありがとうございます。はい。なのでちょっとそれでやってみてほしいです。うわーくそー、これはきつい。いやでもできないはできないんですよ。魔法使いじゃないんで。はい。すいません。そうなんです。ありがとうございます。はい。終わり方分かんなくなっちゃった。もうちょっと切る、よかった、上がったみたいな、よかった、いや来てよかったっすねって終わり方が綺麗でしたよね。いやすいません、責任を持ってちょっとでもチャンネルでしたから締めてもらおう。すいません、お願いします。せっかくここまで来たんで、佐々木先生と身体操作とかその辺の話もできたら。だから僕ね難しいと思うんですよ。同速、力のコストはかかんないと思うんで、これで乗れるんだったらマジすごいと思うんです。前まではこうやってたやつをこう伸ばしてこれで蹴ったりとか、ここで蹴ったりすると。実はコンビネーションの練習って大切な部分に気づかないことで、せっかくやっているミット練習が実践では全く使えない残念なコンビネーションになってしまっているっていうことが非常に多い練習だったりします。というか僕自身がそのせいで若い頃ミットであれだけ練習したのに全然試合で出せなかったっていう経験をたくさんしていました。